これは我が家で使っている冷蔵庫。僕が一人暮らしをしていた時に使っていた冷蔵庫を二人暮らしの今でも使っています。すでに20年が経っているせいか、最近調子があまり良くありません。あれ、冷えてないな。ということで買い替えようと思ったわけですが、そもそも冷蔵庫は生活感を放つので、その存在そのものがあまり好きではないし、加えてその大きな図体は我が家のような極小住宅にはちょっと邪魔な存在ではあります。ならば冷蔵庫をなくすことはできないか。世の中には冷蔵庫を持たないミニマリストはいるし、できないことはないはずです。しかし我が家では自炊をするので冷蔵庫は必要だし、炊いたお米を冷凍保存したり、ふるさと納税で不意打ちで送られてくる冷凍食品を保管するために冷凍庫も必要です。やはりなくすことは難しそうです。でもスケールダウンはできるかもしれません。というのも110リットルというこの冷蔵庫の中身は常にスカスカであり、2人暮らしの我が家ではここまでの容量は必要なさそうだからです。徒歩数分圏内にスーパーがあるので、買い物は毎日その日食べる分だけを買うというライフスタイルを送っているためです。ということで81リットルの一回り小さな冷蔵庫に買い替えました。先日ツイートもしたのですが、このサイズの冷蔵庫をいろいろ調べてみたところ、ちゃんとデザインされているものがなかなかなくて途方に暮れたのですが、その中でも一番シンプルな造形のものを選びました。それでは開封していきます。部屋に置いてみるとこんな感じ。直線的でフラットな形がいいですね。以前のものよりコンパクトになったことによって部屋が広くすっきりしたように感じます。それでは2人暮らしにおいてこの81リットルのいわゆる1人暮らし用の冷蔵庫で本当に足りるのか、実際に数週間使ってみて検証した所感をお伝えしようと思います。結論から言うと、容量が小さくなったことによる問題は今のところ特に感じていません。むしろ小さくなったからこそ不要なものは買わないようになったし、冷蔵庫の中身を把握しやすいので消費期限切れのものが奥から出てくるなんてこともありません。ダウンスケールしたことによる弊害よりもむしろメリットの方が感じますね。感染症の流行によって東京でもスーパーに行けないという状況に陥ったのは記憶に新しいです。改めて備蓄の重要性を思い知らされました。だからといって冷蔵冷凍品で備蓄する必要はありません。私たちも電気が止まることも想定し、常温保存での備蓄をしています。そういう意味でも買いだめを前提とした大きな冷蔵庫は不要かなと思います。ただしちょっと気になるのはその色です。分かってはいたことですが、我が家のインテリアにおいてはこの黒はちょっと重くて主張が強いように感じます。そこでカッティングシートを貼ってリメイクしていきたいと思います。まずはサンプルを取り寄せて色を決めていきます。今回は家具の背景になってもらって、あまり主張せず壁の一部のように馴染んでほしかったので、このライトグレーを選びました。また貼ってしまった後に万が一元に戻したいと思ってしまった時のために、きれいに剥がせるか確認するためにこのサンプルを貼った後1日経ってから剥がしてみました。糊残りもなく問題なさそうです。
それではカッティングシートを冷蔵庫に貼っていく作業を始めていきます。まずはカッティングシートを貼り付ける対象の大きさに合わせてカットしていきます。まずは前面パネルから貼っていきます。端の方からスキージを使って徐々に空気を抜きながら貼っていくのがコツです。最後にカッターナイフを使って端の方を切り揃えてあげます。で、一つ厄介な点としては、このように冷蔵庫の上部にヒンジが出っ張ってしまっており、シートを貼る際の邪魔になっているという点です。なので一度このヒンジそのものを外してしまい、フラットな状態にした上でシートを貼り、ヒンジを再度取り付けるという手順を踏もうと思います。という計画だったんですが、このネジがドライバーでは全然回らなくて、外せそうになかったので、外すことを諦めて、この突起パーツの大きさ、形を紙を使って型取りをして、カッティングシートを切り抜いてこのパーツを逃げるという方法に切り替えました。背面についてはシートを折り込んで仕上げていきます。マットな色、質感が直線的でフラットな形と相まってモダンな印象になりました。リビングにあっても変に主張せず馴染んでくれています。あえて一部黒を残したんですが、それもまたいいアクセントになっている気がします。はい、いかがだったでしょうか。今回は冷蔵庫のスケールダウン&リメイクという内容でお話ししてきました。冷蔵庫の大きさについては、キッチンに十分なスペースがあるのであればさほど気にする必要はないのかもしれませんが、我が家のように狭い物件の場合で、かつリビング側に置かざるを得ないような場合は、大きいとどうしても圧迫感が出てしまいますので、必要十分な大きさにスケールダウンするメリットはあるのかなと思います。ただしスーパーと自宅との間の距離がどのくらい離れているのか、あるいは週に何回ほど買い物に行くのかによって必要な容量は変わってきますので、そういったご自身の買い物スタイルを鑑みてご判断されるといいと思います。また後半のリメイクについては結構綺麗に仕上げることができたかなと思います。で、今回使ったリメイクシートについては色も豊富で、例えばグレー一つとってもトーン違いで何色もあったり、それらのサンプルを買うことができたり、10センチ単位でオーダーできたりと、なかなか使い勝手が良かったので、気になった方は概要欄からチェックしてみてください。それでは今日はここまでとしたいと思います。終わり。